のびたびチャンネル。どうも、東京ダイナマイト松田です。よろしくお願いします。というわけでございまして、のびたびということで、もう1年ぶりですね、私。お久しぶりです。もう普通にスタッフが喋りかけてきます。この番組が。HP 本当に久しぶりで待ってましたよ。以前僕がいた時は秩父の旅で3人で旅したんですけど、今回は2人旅ということでございまして来られております。この方でございます。どうぞ。よろしくお願いします。菅健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。子役の頃から見てますね。ありがとうございます。空港で見かけた時にあれ子役の方いやなんかちょっとこうお互い振り返りそうな感じがしつつちょっとすれ違った。一回目あったよね。そうバチッとあれ目あったから。おっってこうなんか謎のそうなりますよね。空気が流れてましたね。菅さん来られたことあります？それこそちっちゃい時から仕事をしてて、うん結構地方ロケとかしてると思うんですけど、来た記憶がないので初めてなんじゃないかな。ああ、なるほどね。はい、僕はね島根は親父の実家でちょこちょこは来たことあるんですけど、でこの出雲も今の奥さん来て出雲大社行って、まあ縁結びじゃないですか。出雲大社行って結婚して子供できてみたいな。結構ねゆかりがあったりするんですよ。ゆかりだらけじゃないですか。そうそう、あんまり言うとねここお詳しいですか、説明どうぞ。なります。何もできない。なります。そこまで知らない。今日すごい一気に安心したんですけど。本当？今日はどこまでちょっとね飲んで仲良くなれるか。そうですね。よろしくお願いします。ちょっとさ、なんか菅君っていうのもちょっとあれなんで、ケンちゃんでいいよ。ああ、それも最高ですね。いいケンちゃん。僕どうしたらいいですか。松田さんでいいですか。大ちゃんじゃないですか。あ、大ちゃん。大ちゃん。だって20個違うからね、俺。あ、そんなに違うんです。そう、俺だって47、8の年だから。だってケンちゃん28。僕28です。20個違うから。いや、だいぶ。芸歴も一緒って面白いね。子役からやってるから。そうです。芸歴。でも俺個人の芸歴が28年。ああ。なんで 20？ 僕24年。24年長えな。24年は長え。ではこちらでございます。飲み旅のしおり、島根県出雲市ということで1日目今日ですね。10時半から石ピ推しスポット酒造巡り1旭酒造。あんま10時半から酒造行かないと。いやこのね。聞いてください。出雲市は日本酒発祥の地なんです。おお。だからやっぱり。最初は。やっぱり最初は日本酒を入れてから。酒造巡りをしなきゃ。続いて11時45分酒造巡り、こちらも富士酒造さん早速2個日本酒を飲むということでございますね。でこれが終わって僕の松田行きたいスポット、羽屋で名物出雲そば。やっぱね出雲といえばそばですから。これ僕もそばの年齢じゃないでしょ。いや僕そば大好きですよ。なんかお肉とか行きたいでしょ。でもなんかそば屋でちょっと板朝で飲んで、あ、さすが芸歴24年だ。さすがだ、年齢より芸歴でも締めにそばみたいなやりたくなる感じです。そしてそれが終わってなんと自由時間っていうのが出た。何も決まってないっていうね。どこ行きたい？いやどこですかね。でもなんかもう本当僕はやっぱでもお酒好きなので海鮮いいねと合わせて飲んだりとか。いいね。地元の人が知ってる居酒屋じゃないですか。そういうところとか行けたらいいなと思いますね。そうしましょうか。そして2日目ということでございまして、2日目はケンちゃんおすすめのスポット島根ワイナリー。ちょっと僕ワインが最近好きで結構勉強したいなって思ってるんですよ。ワイン？また出てきた。すぐ自由時間ってこれ決めるのめんどくさかったってことじゃない？ちょっとそんなことないです。そんなことないですか？あ、そうなの。なので自由時間終わって4時から石ピ推しの酒持田本店ということでしてこちらも日本酒ってことですね。さあじゃあ早速行きましょうか。飲み旅島根出雲の旅よろしくお願いいたします。お願いします。行きましょう。あ、もうここからなんか切らないですか？切らないです。ああ、そうなの。切らないって何？いやなんかはいそうだよね。じゃあ一回止めます。そうだよね。俺もそう思ってた。染まりすぎてます。あ、そう、俺は20何年やってるからはいここでカットでしょとか俺らはもうてっきりはいでロケバス乗って移動するもうこれダメだ。これ芸歴のせい。これ良くない。よくない。これそういうことじゃないですね。もう歩こう。じゃあ自由に行きましょう。
まっすぐそのなんか歩き出したどっちとかも言ってくれないんですか？まっすぐあ、まっすぐ。そんなまっすぐ行きましょうじゃないのよ。うわー綺麗だね。めちゃめちなんかゃおしゃれな感じ。うわおしゃれ。あ、こんにちは、失礼します。失礼しますうわー綺麗なとこ。すごい。朝日酒造のお名前ははい、寺田恵里子と言います。寺田さんえりこさん。はいなんか朝日酒造さんの特徴みたいなのがあれば。特徴ですか。はいもう特徴は銘柄が読みづらい。例えばどれですか。これ十字朝日って読むんですよ。十字。これもへえ。こっから読むってことですか。そうなんです。で、お酒はどちらかというとクラシカル、めちゃくちゃ古典的です。クラシカルだから要するに日本酒とはこういうもんだみたいな。もうなんか今だと割と飲みやすいうんお酒とか、あおしゃれ確かなお酒多いん増えてですけど、ますよねうんなんかどちらかというと昔ながらの味わいを大事にしていて、昔ながらのみたいなのは結構もう珍しくなってきてるんでちょすか？っと少なくなってきてるかもしれないですけど、やっぱり日本酒の幅としてはなくしてはいけないタイプだと思うので、なるほどはい、それと、はいこちらにありますけど、いいですか、ちょっと量をお、読めない。これも読めないですよね。やち。あ、もう下に書いてやちおーやちほこ。八鉾というのは、へーこれ出雲大社さん出雲大社のおみきの銘柄で八鉾というのも幹だ。ちょっとパワーもらえそうだ。ちょっとなんか飲むだけで。なん飲むだけかすごい。でもしかしたら何か変わるかもしれない。なんか変わる？どうだろう。人生変わりますか。どうだろうじゃない。どうだろう。そこは自信持って言っていただいて。そもそもなんかお米のお酒っていうことは分かってはいるんですけど、日本酒のなんか詳しい作り方みたいなのがそもそも多分あんまり知識がなくてそうですか。ざっくりとしか。多分お酒を飲む時にもその背景を知っているとそれが味に加わってくるのでより楽しめると思います。いいですね。なんかそういうところはもしかしたら一緒にお酒作ってるそれこそ多分同年代だと思いますけど、彼から話を聞きながら実際に味わってもらったら面白いかもしれない。彼からなんかすごい神々しい人がいるみたいな。なんかそこ開いたらすごい出てくるみたいな。なんかこんだけ話しててさ。今ワンシーズン一緒にお酒作りをして、まだ加わったばっかりではあるんですけど、すごくお酒のことが大好きで、今これからを担ってくれる若い人材がいまして、若い人材が。で彼が毎週土曜日、この場所を使って、試飲会、飲み比べの会を、バーとしてやってるんですけど、日本酒バーみたいなことですか。今日は特別にそういうセッティングをしてます。これなるほど。シーンバーナオト。ナオト。ということは？ちょナオトさん。直人さん。LDH 系の人ですか。違います。この感じで言うとなんか完全に直人。完全にそんな感じ。直人さんいますか？すごい人が出てくるかもしれない。呼びますか？お呼び。いやもうじゃあ皆さん呼んでください。ちょっとそんななんかヒーローショーみたいな感じなんですか？俺らが声出さないと出てこない。じゃあみんなスタッフさんも大きい声で呼びますか。せーのいきましょう。せーの。ナオトさん。はい。高すぎてちょっと出づらい。神とかうっすら聞こえてきて神じゃないし。ナオトさんいやイケメン。全然感じからしてすっごい好青年だね。はい。もう爽やかな。もっとチャラい人出てくるかと思ってた。全然 LDH。一応こんな感じでお酒を一番定番がこれなんで最初はこれがいいのかな。これ十字朝日だ。料理に合わせて美味しい。何になるんですか。結構味がしっかりしているので、煮物料理だったりとか和食系は結構何でも合うかなと思いますし。なんか色もちょっとあれそんな透明ではないですね。そこまで。ではないです。ちょっとちょっと茶色いというか。色い茶色いというか言い方がよくない。違うで黄金みたいな。輝いてる。輝いてる。はい。いただきます。あーおすごい。じゃあ今日はよろしくお願いしますケンちゃんよろしく。うわしっかりくる。うわ。確かにクラシックっていうのがよ日くわ本酒ってかるというか。感じですね。本当にそうですよね。酒感強いというかなんていうんだろう。パンチがある。難しいね。これすごいわ。どいやこんなこと言うのもケンちゃんあれなんですけど、う？朝一に飲む酒ではない。
もうこれ終盤の一番いい時にだってそれこそ会うの煮物って言ってましたから煮物ってその食事の後半じゃないですか。乾杯でこう朝10時台のパンチではないなっていうのはあります。強いなこれ。これ相当なんか残り方は嫌じゃないですよ、嫌じゃない。ちゃんとそんなに口の中にガッと残んないですね。逆にあれなんですよ、出来たて新酒の時ってまだこう角があってツンツンしてて、飲んだらもっとなんか刺激的なので、それを寝かして丸みが出て深さが出て旨味も育つみたいな感じのことを意識してるタイプの商品。丸みがある。はい。深さがある。深さがある。コメント泥棒。今日一日使える。使えるね。他のね、他のやついただきますか。八丁子行く？八丁子ああじゃあそうです。俺が勝手に決めてるけど。八丁子お願いします。うわ、はい。さっきのを見るとすごいよりすごく透明な気がしますね。うん。お美味しい。あ、美味しい。え？甘い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 ？クイズじゃないから甘い自信がないんですよあ、自分の舌が合ってる合ってるかどうか。さっきディレクターにそういうコメントやめてくださいみたいないろいろあったね。フルーティーとかそういうことやめてくださいみたいな。使い古されてるコメントしないでください。しないでくださいって飲みやすいとか、でもなんだろう、順番的にはこっち先な気しません？何？どういうこと？なんかそれこそ食事と合わせるっていう観点でいくと、まあね、こっちを飲んでから始めてあっさりしてるから、だから逆に飲み順的にもより甘く感じたりとかしてるのかもしれないですね。するのかこっちが辛いから華やかさみたいなのとか。これどうですか？それはお米の磨き具合が違うんですよ。米の磨き具合。食べるお米も玄米じゃなくて90% ぐらいまで磨いて白くして食べるじゃないですか。お酒作りはもっと磨くんですよ。でそっちの最初飲んでもらった方は70%精米で外側を3割磨いて中の 70% だけ使う。でこっちの大吟醸の方は 45% 精米なんで中身の 45% だけを使ってる。外側に結構いろんな味の旨味になったりする成分が多いので、それを削ることですっきりした味わい。すっきりがすっきりが答え。合ってるのかな。合ってますかね。すっきり。ちょっと僕めちゃくちゃ気になってるのがあって、このサンキューっていう。お白ワインみたい。なんかこのジャケットというかが可愛い。ラベルはその年に作りに関わった人があっちに黒板があるんですけど、あれは今年書いた黒板で、これ？はい、みんなでちょっとずつ書いてラベルを完成させるっていう。じゃあこれがこのままラベル。そうです、そのままラベル。4月から年長さんって書いてある。あれは従業員の方の娘さんが。知らねえよって話だよ。そういうのも含めてこのバックグラウンドもこういうとこから感じてもらったら。これバナナが書いてあるのはバナナですか？関係ない。しない？入ってはないです。入ってない。めちゃめちゃバナナの匂いする。甘い。甘い。あ、なんか全然日本酒の感じしない。何ですかこれ？酵母がそういうちょっとバナナにあるような香りが出る酵母を使ってて。合ってます。合ってる。合ってます。でバナナの匂いする。元気米？あ、いいな。あ、いい。元気米。まず常温で、ちょっとだけ。難しいな。みずみずしい。あ、いいんじゃない？なんだ、お酒っていうより水の方が強い気がします。これ。農薬使わない育て方をしたお米で、木本作り、お米と麹と水だけで、あとは蔵に住んでる微生物たちが一緒にお酒作ってくれるっていう自然な作り方のお酒なので、なんか雑味がないのかな。熱燗をそしたら温度が変わるとどうなるか。持っていただいて大丈夫です。はい。
まあちょっとまろやかになってるのか。すごい。変わりました。買いましたか。あ、全然違う。違う。あ、よかった。すげえ。こんな違うんだ。なんかちょっと本当に素直に水の玉が大きい感じします。水の玉が大きい感じ。水の玉ピンときてないですよ。そんな連呼されても。例えばじゃあ普通のお酒がこの指だとするじゃん。これこのぐらいの感じ。だから入ってくる感じが。わかんないか。全然わかんない。あ、でもわかる。そのままのだ時は槍みたいなあ、そう。やり感じ。で、こっちは斧みたいな。あ、ちょっと違う。違うな。でも大きく変わったってことですよね。大きく変わりました。まとめられちゃって。もうまとめられちゃって。味わいの方向が違う感じ。俺は熱燗の方が好きだわ。ああ、よかった。全然嬉しい。いただきましてもたくさんいただきましたけどね。今後どんなお酒ダオスさん作っていきたいなっていうのはありますか？僕は熱燗がすごい大好きなので、やっぱり熱燗の良さを知ってもらえるような日本酒とその料理を合わせたらすごいうまくなったみたいなお酒を作れたらいいなと思ってますね。いいですね。こう若い人材がこう日本酒に入ってくるっていうのがね。お酒を大事に作ってるとこうやって人と人がつながってくるんですよ。不思議と思いがこもったものが縁をつないでいくっていうのがすごくて、だからそれをもっと多くの人に伝えていきたいし、お酒も今飲んでの第一印象でパーってなるじゃないですか。でもそれだけじゃなくて温度変えたり料理合わせたりいろんな面を持ってるっていうのをこの魅力の部分伝えていけたらなと思ってそんな酒蔵でありたい。そんな酒蔵でありたい。いいですね。かっこいいですね。なんか人がつながってくっていいですよね。お酒でね。なんか出雲に来た感じしますね。縁結びの出雲に来たっていう感じしますわ。ありがとうございました。ありがとうございました。いや綺麗だね。なんかかっこいい。うわ。なんかすごいちょっとやばそうな。すごいの出てきた。いや美味しいんですよ。下手なこと言えない。下手なこと。